本日は9月18日です。まだ気温が30度を超える暑い日が続きますが、もみじの種もそろそろ採取できる季節になりました。今回は種からもみじを育ててみたいという初心者の方向けに未生のもみじを育ててきたこれまでの経験に基づいて私なりのやり方をご紹介させていただきます。来年の春の楽しみを増やすためにご参考になれば幸いです。その1、種を採取する場所と時期について。自然の多い場所であれば、いろいろなところにもみじも自生していて、簡単に種を採取することができると思いますが、都市部にお住まいの方であれば、公園あたりで種を採取するのが良いと思います。霊園などもおすすめかもしれません。ただ、勝手に採取することを禁じられている場所もありますので、前もって確認をしてから採取することをお勧めいたします。種を採取する時期は地域にもよりますが、9月から12月頃です。場所によって9月頃はまだ種が熟していない場合もあります。また、12月頃ですと、種が枝からすべてなくなって地面に落ちていることがあります。その2、種を採取するコツ。木の下に落ちている種であれば、ほぼ熟したものなので、大丈夫だと思いますが、木にぶら下がっている種の場合、全体が茶色っぽく、しなびた感じになっているものを選んでください。青々としているものは、まだ熟していないため、発芽しないと思います。それから、種は一箇所のところから大量に採取するより、離れた違う場所で何箇所かに分けて採取した方が良いです。同じ木でも、その年の受粉状況によって発芽率が変わってくるからです。ちなみに、一般的には、イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジあたりが多いと思いますが、コハウチワカエデ、大分ヤメイゲツ、ハウチワカエデあたりは発芽率が低いことが多いです。また、発芽しても弱々しく大きくなるまで育てるのが難しいので、100個種をまいて1本育ってくれたらラッキーくらいの感覚で育てた方が良いと思います。もし、種をつけているもみじがお気に入りだったとしても、その種から発芽したものは、親とは全く似ていないことも多いので、その時は、その木から種を多めに採取しておけば、もしかしたら似たような個体が発芽するかもしれません。その3、種まきの時期について。一般的には10月から3月頃と言われていますが、2月頃にまくのが良いと思います。取り巻きという秋頃にまく場合のデメリットとしては、種をまいた後に土をかぶせておいても、種と土の比重の関係で、雨や風が吹いたりすると、次第に種が土の表面に顔を出してしまい、種が風で飛ばされたり、その種を鳥に食べられてしまうというリスクがあるからです。もちろん、秋に種をまいても大丈夫なケースもあります。その4、種の保管方法について。秋に種を採取して、春に種まきをするまでの間、どこに保管するかについてです。冷蔵庫でも大丈夫ですが、屋外の日の当たらないようなところに紙などで包んでおいておくだけでも大丈夫だと思います。よく、湿ったティッシュなどに包んで、ビニール袋に入れて冷蔵庫で保管するという話も聞きますが、ビニール袋に密閉してしまうと、カビが生えたりして逆に種をダメにする恐れもあるので、湿らせたりはしないで、乾燥させたものを紙に包むとか封筒などに入れておくと良いと思います。その後、種まきの用土について。無難なものは種まき、挿し木専用の土です。それ以外に赤玉土、鹿沼土、バーミキライトなどでも可能です。いずれにしても無菌状態の土がおすすめです。何度も使い回しをしている土ですと、様々な雑菌がいるため、発芽してもすぐ根が腐ってしまったりと、あまり良くありません。それでも、
全く成功しないわけではありませんが、発芽率は下がります。その6、種のまき方。例えば、お箸などの棒で土に穴を開けたら、その中に種を入れます。その上から5ミリから1センチくらい土をかぶせて埋めておけば大丈夫です。発芽するまでは、土を完全に乾燥させないようにすれば OK です。表面の土が乾燥していなければ、水を与える必要はありません。ちなみに、もみじの種をまく前に、羽の部分を切っても切らなくてもどちらでも発芽します。また、種をまく前に、水に浸しても、浸さなくても、それほど変わりはないと思います。その7、種をまく鉢について。私は、それぞれどの場所で採取したか、何の種類なのか、などを把握するために、ビニール製のセルトレイを使用して、ラベルをつけて管理しています。36個の穴が開いているものを、よく使用していますが、一つの穴に種を一つだけではなく、3つくらい植えても、問題ありません。一つ一つのセルの中に入る土の量が少ないので、乾燥のしすぎには注意しないといけませんが、ある程度、大きくなってから、ポットに植え替えるときは楽です。その他に、水はけの良いザル状の入れ物で育てることもできますが、その際は、発芽したら半年以内に別の鉢に植え替えた方が良いです。鉢底が網目になっている場合、水はけも良く、成長も早いというメリットがありますが、放置してしまうと、根っこが網目から出てしまい、植え替えるときに根っこを切らないと抜けなくなることがあります。もちろん、どんな植木鉢でも、お好みのもので大丈夫です。その8、肥料について。通常の植木と違って、未生から育てた苗は、最低でも1年間は、元肥や追肥などは不要です。生まれたばかりの細い根には、肥料は毒になります。良かれと思って与えてしまうと、芽が肥料焼けを起こしてしまい、枯れます。活力剤は与えても問題ないと思いますが、基本的に水だけで大丈夫です。その9、置く場所。種をまいて発芽するときまでは、できるだけ日当たりの良い場所を選びます。発芽してから5月初旬頃までは日当たりの良い場所でも大丈夫ですが、5月を過ぎると紫外線も強くなり、気温も急に上がる日もあるので、葉焼けさせないために、10月頃までは完全な日陰、または半日陰くらいの場所に置くと良いと思います。その10、種をまく数量について。そんなのは勝手にやらせろ、と言われそうですが、もみじの苗を最終的に3本欲しい、ということであれば、種を30個くらいまくと良いです。運が良ければ、30個まいて、20個発芽するかもしれませんが、仮に発芽率が高かったとしても、発芽してすぐダメになるケースや、発芽して半年、1年で枯れてしまうケースなどがあります。サバイバルゲームのようですが、最終的に生き残るのはわずか、ということは、よくあります。せっかく未生で育てたのに、結局全部枯れて全滅したという精神的ダメージを減らすためにも、1本枯れても、まだ何本か残っている、という方が気持ちに余裕が持てると思います。その11、未生から3年経てば成功。発芽した後、育てて2度の冬を越すことができれば、完全に成功したと言えると思います。おそらく、苗の高さも40センチくらいになっていると思われますが、そのくらいの大きさになれば、全体的な形も安定してくるので、その個体の葉っぱの特徴などもある程度分かってきます。12、発泡粘りのための軸切りについて。未生軸切り刺しという盆栽のテクニックがあります。発芽して本葉が2枚くらい開いた状態で、下に伸びる根っこを切ることで、横に伸びる根を出して発泡粘りを作るという方法ですが、
私個人的には果たしてそれが有効なのかどうか疑問に思っています。以前、それを行った後に、10年くらいもみじの未生苗を育てたことがありますが、あまり実感がありませんでした。そのような赤ちゃんの苗の時点で、根をいじらなくても、2年から3年くらい自由に育てた後でも、発泡粘りを作っていくことはできると思っています。その13、癖のつけ方。将来的に盆栽にして、模様木というスタイルにするのか、県外というスタイルにするのかなどによって、仕立て方は変わっていきます。その場合、針金などを巻いて癖をつけますが、未生から1年くらいは何もしないでも大丈夫です。2年くらいはまだ幹が柔らかいので、それから癖をつけることができます。また、未生もみじを台木として活用するためには、なるべく癖はつけずにまっすぐ上に伸びるように育てます。もし、早い時期から癖をつけたい場合は、網伏せという方法を使ったりします。その14、短期間で大きく育てる方法。早く大きく育てたいという方や、早く幹を太らせたいという方は、発芽から1年以上経過したら、地植えしてみてください。地植えしたら、基本、水やりなどはしないで大丈夫です。そうすることで、根がすくすく伸びて、成長のスピードは鉢で育てるより断然速くなります。地植えで、そのまま1年から2年育ててから掘り起こして、また鉢に植え直せば、時短で育てることが可能です。盆栽を作りたい場合は、土から掘り起こした後に、幹を短く切り戻します。はじめは、荒っぽい感じですが、何年も経過すると、それなりの盆栽を作ることができます。その15、未生ついでに楽しむ方法。今回は、もみじの種まきについてのお話ですが、種まきは、もみじ以外の様々な種で試すことができます。この動画をご覧になられている方は、盆栽にも興味ある方も多いと思いますが、もし、種から盆栽を作りたい方には、もみじ以外に、ケヤキ、ニレケヤキ、トウカエデ、エノキ、エゴノキ、ハゼノキ、ネムノキ、ハマボウ、ソロなどの樹木もおすすめです。種から育てても、小さく育てれば、葉っぱもそれほど大きくならず、良いと思います。ちなみに、五葉松などは発芽率も低く、発芽してもなかなか大きくならないので、苗を買った方が早いです。ある程度、盆栽っぽくなる前に、人間の方が枯れてしまいます。このような、もみじだけに特化した、マニアックなチャンネルではございますが、いつもは、我が家の、狭い庭で育てている、もみじの鉢植えの姿を配信しております。今回は種まきについてのお話をさせていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。